白はですね、千尋のですね、死んだお兄さんなんですね。白の謎です。血まみれになって帰ってきた白を抱きしめる千尋なんですけれども、白っていうのはどういう、存在としてデザインされているのか、そのテーマ的なものではなくて、デザイン、お話の中の構造としてどんな風にデザインされているのかというと、女の子から見た不良少女なんですね。外の世界で悪いことして帰ってくると、強い大人に命じられて、純粋な少年が外の世界で悪いことをして、そして血まみれになって帰ってくる。でも、そんな人なんだけど、周りから怖がられてる人なんだけど、私だけには優しいんだっていう、その少女漫画のですね、ヒーローですね、彼氏設定ですね。白がですね、千尋にですね、私はずっとお前を見ていたというシーンがあります。どうして私の名前を知ってるのっていう千尋が聞くと、そなたの小さい時から知っているっていうふうに答えます。千尋におにぎりを渡すシーンなんですけど、そのシーンでですね、白は自分の名前を思い出せないですね。やっぱり名前を奪われてるから。で、自分の名前も思い出せないのに、でも不思議だね。千尋のことは覚えていたっていうふうに言うんですよ。これね、やっぱセリフの通りで考えると、ここから先の展開、ストーリー展開を全てセリフ通りだと考えるとですね、白というのは琥珀川という川の守り主の神様で、千尋が小さい時に溺れかけたのをですね、助けてあげた神様というふうにセリフの上ではなっています。お話の上ではなっています。その事件だけでですね、なんでそなたの小さい時から知っていると、自分の名前も忘れたのにお前のことだけは覚えていたっていう、このセリフがですね、辻褄が合わないんですよ。白のことをですね、例えばその白が倒れた時に心配すると、そうするとかまじいはですね、愛じゃっていうふうに言うんですね。愛だね、愛じゃって言うんですけども、これもですね、これまでの宮崎アニメの、文法と違いすぎるんですね。主人公同士がこういう思い合ってる恋愛感情みたいなものに、たとえなったとしてもですね、それを愛だというふうに、あまりはっきり言い切らないんですよ。なんでそんなはっきり言い切るのか。あとですね、謎の歌詞という問題があってですね、宮崎駿がですね、この千と千尋の神隠しを作った時にですね、久石譲に送ったイメージ歌詞というのがあります。ちょっとここに一部分だけ引用してるんですけども、全文読むと、あの日の川でっていう歌なんですけども、火の差す裏庭から忘れていた木戸を抜け、生垣が影を落とす道を行くと。これ本当にストーリーそのままになっています。向こうから走ってくる幼い子は私、ずぶ濡れで泣きながらすれ違う。砂場の足跡をたどってもっと先まで、今は埋もれてしまった川まで。ゴミの間の水草が揺れているあの小さな川で私はあなたに会った。私の靴がゆっくり流れていく。小さな渦に巻かれて消える。心を覆う塵が消え、目を隠す曇りが消える。手は空気に触れ、足は地面の弾みを受け止める。誰かのために生きている私のために生きてくれた誰か。私はあの日川に行ったのだ。私はあなたの川へ行ったのだ。っていうですね、歌詞なんですね。これ実際にはですね、千と千尋のイメージソングとして作られなかったんですけども、ずぶ濡れになって帰ってくる。で、私の靴がゆっくり流れていく。私のために生きてくれた誰かっていうのがですね、すごい物言いたげな不思議な歌詞なんです。で、結局この歌をですね、本編には採用しなかったと。ここでですね、不思議なのがですね、千尋が過去を思い出すシーンなんですね。もう本当物語のラストで、白のドラゴンになった、竜になった姿の時に上に乗ってですね、一緒に飛ぶシーンなんですけども、ゼニーバに会いに行ってですね、白を許してもらって、で、白の化身である白い竜に乗って空を飛んでるシーンですね。割とドラマの中の一番の盛り上がりです。で、千尋は突然思い出すんですよ。水の中に手が伸びていって、というシーンなんですけども、しかしですね、これ靴がですね、落ちて拾おうとしたにしてはですね、水木しぶきのサイズが大きすぎるんですよね。じゃあ、千尋が落ちたから水しぶきかっていうと、落ちてからだったらですね、その手が入る前にこんなに大きい水しぶきが立つはずがないと。もっと大きなものが落ちた時の水しぶきに手が伸びているように見えるんです。こういうのをはっきりさせるためにですね、このシーンの絵コンテを見てみましょう。絵コンテを見ると同じことが書いてるんですけども、注目するのはですね、さーっと伸びていく子供の手って書いてるんですね。なんで子供の手って書いてるのかっていうと、千尋の手って書かないためなんですよ。ここにいるのはですね、千尋じゃないからですね。で、誰かなんですけども、誰かというのを明かしたくないからです。誰かの手が伸びていって、そして水の中に落ちた、大きいものが落ちたものを助けようとしてるんだけどというものを書こうとしてるわけです。なんで千尋の手と書かずにですね、子供の手なのか。続いてですね、千尋がそれを思い出すシーンです。千尋がですね、これ見ると肩のところ見てください。顔と肩の色が同じです。つまりこれ裸なんですね。これなんで千尋がですね、このシーンで裸だったのかというと、幼い頃の千尋が
その川に落ちた時に裸だったからです。よくですね、川遊びする子供がですね、パンツだけでありますね。あれと同じですね。川に落ちた時の千尋はですね、実は上半身が裸だったんですね。手を伸ばしている子供の手はですね、T シャツ着てるんですよ。おかしいですよね。T シャツを着ている人物、子供がですね、手を伸ばしていて、そして幼い頃川に落ちた千尋はですね、上半身が裸だと。少なくとも上半身が裸だっていうのはこう矛盾してるんですけども、裸で落ちた千尋を助けるために子供の手が伸びてるわけなんですね。で、つまり裸だった幼い千尋をですね、手を差し伸べて助けた T シャツを着た子供がどっかにいるはずなんです。それは誰かっていうと、どうして私の名前を知ってるのって聞いた時に白がその後の小さい時から知ってると。なぜ白は千尋を小さい時から知ってるのかっていうと、白はですね、千尋のですね、死んだお兄さんなんですね。千尋は川で靴を流したんじゃなくて、川で落ちたのでですね、千尋は川に落ちたわけですね。それを助けようとお兄さんが手を引っ張って、代わりにお兄さんは川に流されて帰ってこなかった。で、お兄さんは人のために命を捧げたので、その川で神様になれたっていうお話なんです。で、千尋はこれを覚えてないんですね。私覚えてなくてお母さんから聞いたんだけどっていうふうに言ってるんですよ。つまり、靴を流したというのは千尋のあくまで証言であって、でもその事件自体は全く千尋覚えてないんですね。母親はですね、千尋にお兄さんがいたこととか、千尋のせいで死んだことは言ってないんですよね。だから、子供の頃に川で溺れかけたということだけ伝えてると。だから、千尋は覚えてないんですけども、白はですね、その後の小さい時から知ってるっていう。でも不思議だね、千尋のことを覚えていたっていうのは。あと、かまじいがですね、愛の力だって断言するのは、これは兄弟愛だからなんですね。白は、千尋を傷つけたくないので、多分、これを思い出したとしても絶対に言わないし、かまじいも言わない。または、白自身も気づいてないのかもわかんないです。白の皮はですね、埋もれてしまったということになっているんですけど、この埋もれてしまったというのもですね、地中に埋葬されてしまったっていうですね、死を暗示させるメタファーですね。いわゆる葬式とか死体のメタファーとして、今は埋められてしまって見えなくなった川というふうな言い方をしているわけなんですけども、まだしかし完全な神様ではないんですよ。千尋に見えてしまっているから、本当の神様であれば、夜になって明かりがついて、油屋に近づかないと見えないはずなんですけど、白はまだ完全な神様ではない。これが完全な神様に最後なるっていうお話なんですけども、これを話すためにはですね、その良心の謎のコーナーで、良心の謎です。千尋がですね、後ろの建物うなってる、風でうなってるっていうふうに言っても、お母さんが風で鳴ってるだけでしょって言って、振り返るんですけども、千尋の顔を見ない。このまま千尋がずっとお母さんの手を引っ張ったり話しかけたりしてるのにですね、気持ちがいいところです。車のサンドイッチ持ってくればよかったってお父さんに向かって言うんですよ。で、このあたりのシーンですね、ずっと千尋は母親の注意を引こうとしてるんですけども、お母さんはですね、ほとんど千尋の顔を見ません。ていうか、顔を合わせずに千尋と会話して、お父さんはちゃんと目を見て会話してるんですね。お父さんとの態度に差がありすぎます。ほんで、千尋のお母さんが変だというのはみんなも気がついてるんです。見た人みんな気がついてるんですけど、なんでかっていうと、これお母さんがですね、岩場を渡ってるんですよ。川の岩場を歩いてて、自分でも歩いてて危ないところなんですよ。で、それでお父さんにキャーって抱きついて、で、危ないなって言ってですね、キャーとかって言ってお父さんに抱きつくんですけども、ところが先へ行くときは、千尋気をつけなさいって言って、こう振り返って冷たく言うだけなんですね。で、なんでかっていうと、やっぱり無意識のうちに長男を死なせた自分の娘に辛く当たってしまうからなんですね。意識はしてないです。意識の上ではちゃんと大事にしてるし、息子が死んだのは娘のせいではないと分かってるんですよ。分かってるんだけども、無意識にですね、その千尋の顔を見ないとか、声の色が冷たいというですね、実際の態度に出ちゃう。白はですね、千尋のお兄さんで、両親はですね、その長男を失ったことをですね、隠しているわけです。だから、このお母さんは千尋に冷たいんですけども、これでようやっとこの映画全体についつまが合うんですね。なんでこのお母さんが冷たいっていうのを画面上ではっきり見せながらその理由を語らないのか。で、なんで白が千尋と昔から知ってるというふうなことを言いながら、それがいつなのかどこなのかというふうに言わないと。もし白が本人が言ってるように神様なんだったらば、一番最初のシーンから千尋に見えてるはずがないんですよ。この世界では神様っていうのは人間に見えない存在で夜になって暗くなって盛り場みたいなところへ来てから実体化するから、白は神様ではないんですね。琥珀川の主だっていうのも今まだそ
それになりかけている状態なんです。白はですね、その千尋のために死んだ。ところがですね、白は千尋のために死んだんですけども、千尋はですね、この白のために帰り道のない電車に乗って謝りに行ったんですね。帰り道のない電車っていうのは、白のためにですね、帰れない死の世界に行ったということなんですよ。ここでようやっと、かつて私は誰かのおかげで生きることができている。そして私も誰かのためにですね、生きているっていうのが完結するわけですね。千尋がその白のために自分の死を覚悟して帰り道がないんだぞと言ってる電車に乗って、三途の川みたいなものを延々走っていくところはもうこれ誰が見てもわかる通り、あれ死の世界へ行ってるわけですね。死の世界へもう帰れないんだぞというふうにかまじいに言われていくっていうのは、ようやっとここでですね、そのかつて自分が誰かに命を救われて生きている。で、それのことに関して自分は気づきもしていなかった。じゃあ私もその誰かのために命をかけていこうっていうふうな話で、ようやっとこうテーマが一巡するんですけどもですね、この一巡するテーマっていうのが肝心のところはセリフで言わずにですね、感動的な音楽で持っていくもんだから割とね、わからない構造になってるんですね。千と千尋も冒頭のシーンでこのぼーっと生きてるわけですね。ぼーっと生きてて生きてるのか死んでるのかわかんない、食欲もないような状態で、欲望がない状態、顔なしのような状態なんですよ。で、その顔なしのような欲望のない何をしたいのかもわかんない状態から人間になる話なんですね。そもそも千尋たちの一家3人がですね、その不思議な世界に引き込まれていったのは3人とも生きているとは言えない状態だったからですね。お母さんは死んだ長男のために娘と向かい合えないと。で、お父さんが多分引っ越した理由っていうのは、そんなお母さんのために何か気分転換みたいなことを、仕事の都合とか全く言わないんですよ。引っ越す理由が全く語られない。少なくとも、千尋が理由じゃないんですね。じゃあお父さんが引っ越す理由というのは多分お母さんの気分転換ずっと塞いだ状態だから気分転換しようとしてると。で、千尋は子供と引き裂かれて、絶望してると。この3人が果たしてこれからこの映画が終わった後どう生きるのかと、実は大ハッピーエンドを宮崎駿は用意してるんですよ。で、この大ハッピーエンドっていうのが割とわかんない、またね、構造なんですね。宮崎駿が宮崎駿のために作った映画であり、宮崎駿は登場人物を心から愛してるのでですね、全員がちゃんと幸せになるような大ハッピーエンドが用意してるんです。ありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。